皆さんこんにちは、フーディーボーイです。このチャンネルでは今までいろんなお寿司屋さんを紹介してきました。その中でも特に人気なのはコスパがすごいお寿司屋さんを紹介するシリーズです。何本もこのシリーズは動画にしてきたので情報が点在しています。また動画を出した当初とは価格改定されているケースもあるので、今回は総集編として過去に紹介したお店を最新の情報とともに一挙に公開します。そしてコスパというと難しい言葉で、パフォーマンスとして何を求めるかが人によっては違うと思います。基本的に僕はクオリティに対して割安という意味でコスパという言葉を使っています。とはいえ予算が2、3万円でコスパがいいといくら言われても腑に落ちない方も多いと思います。なので今回の動画では予算が1万円台のお店に絞っています。それでも店舗数が多いのでいつもより簡潔に紹介します。今までいくつかコスパ寿司の動画を見たことあるよという人でも見てないお店があるかもしれないので、よかったらお店選びの参考にしてみてください。そして詳細が気になるというお店があれば概要欄に過去の動画のリンクもまとめて貼っておきます。よかったらそちらも参考にしてみてください。また年末年始ということで普段からこのチャンネルを応援してくれている皆様に感謝の気持ちとしてお年玉企画をやりたいと思います。企画の詳細と応募方法は動画の最後でお伝えします。先着順ではないのでまずはゆっくり動画を見ていってください。それではお店を紹介します。まずは寿司秀虎。こちらのお店は半蔵門にあって過去一コスパ最強かもしれないと思ったお寿司屋さんです。というのもこちらは質と量どちらの観点でもコスパがすごいお店です。品数はつまみと握りを合わせてなんと46品ほど出てきます。そして日本料理屋でのご経験がある店主さんで品数が多いにもかかわらず一品一品のクオリティが高いです。いきなり日本酒をガンガン飲みたくなるような季節のおつまみセットが最初に出てきて、こちらが名物です。握りも熟成した中トロや大トロ、紅瞳というブランドのどぐろなどクオリティの高い素材のものが出てきます。それでいて夜のおまかせは 13,500 円です。1品あたりの価格で計算すると300円を切るので価格破壊レベルです。同じボリュームを食べたら回転寿司の方が高くつく可能性すらあります。ちなみに昼だと 5,500 円というコースもあるようです。いい寿司を食べたいけどボリュームも大事という僕みたいな食いしん坊さんはぜひこちらへ行ってみてください。次は寿司はずき。下丸子という昔ながらの商店街や住宅街も多いエリアにあるお店で、いわゆる町寿司といった雰囲気です。そんな親しみやすい肩肘張らない雰囲気の中で良心的な価格帯でクオリティの高い寿司とつまみが出てきます。そのコスパの良さから1年先まで予約が埋まっているほどの人気です。他でなかなか見ないような特殊な仕込みがしてある黒むつやホタルイカの沖漬けなどのつまみのクオリティの高さと大ぶりで食べ応えのある握りが印象的です。そしてシャリはあえて流行りの赤酢ではなく米酢ベースの白いシャリです。程よい粘り気、米の旨味、塩味、酸味の塩梅が最高で大ぶりなネタに負けずシャリの良さがしっかり味わえます。コース料金としては全部で約27品出てきてなんと 13,000 円です。1品ずつのボリューム感とクオリティがすごくて、それでいて1品あたり500円を切るので寿司秀虎の品数が異常すぎるだけでこちらもかなり良心的な価格だと思います。わざわざ下丸子まで移動して1年先の予約を取ってまで行く理由も納得です。1年先と言わずにキャンセル枠がたまに出ていたりするので、それを狙うともっと早く行けるチャンスはあると思います。町寿司が好きな人はぜひこちら行ってみてください。次は寿司鬼会タスイチ。こちらは中目黒にあってお寿司デートに向いている雰囲気もいいお店です。雰囲気以外にこちらのお店の何がすごいのかというと3つあります。1つ目がワインペアリング。自分で寿司に合うお酒を選ぼうとしたら日本酒はペアリングしやすくてもワインは結構難しいと思います。それをただ無難に白ワインでペアリングするというわけではなく赤ワインも駆使していて面白いです。しかもワインの方がデートとしてはカッコつきますよね。それでいてペアリングの価格は固定なので安心です。2つ目が独創性。例えばミシュラン一つ星の天ぷらや宮代さんが監修した天ぷらの握りや低温調理して塩トリュフをかけた白子などここにしかないメニューが出てきます。いくらリーズナブルな価格といってもありきたりのメニューよりも記憶に残るような唯一無二性があるとよりいい思い出になりますね。3つ目が江戸前の仕込み。木をてらったメニューが多いだけというわけではなくベースには素材の良さを引き出す技術があり仕込みの手間暇を惜しんでいないからすごいです。握りが15貫その他7品の合計22品で料理は11,000円のおまかせコースとなります。これだけの質とボリュームでこの値段はコスパ最強ではないでしょうか。ち
ちなみにワインペアリングは5杯出てきて5000円です。1杯1000円の計算ですが、グラス1杯分の量がしっかり出てきて、この値段は都内のワインとしては良心的な価格設定だと思います。デートだと2人で行っておごる立場の人もいると思います。そうすると良心的で明瞭会計なのは心の余裕ができてありがたいですね。価格以上の体験価値が得られると思います。次は寿司降臨。こちらは渋谷にあるミシュランビブグルマンを獲得している人気店です。これだけの評価を受けているお店としては珍しく単品で注文することもできて明瞭会計というのがこちらの特徴です。ちなみによくお任せのみという注文スタイルの言葉は聞くと思いますが、単品で注文するのはお好みと言います。そして素材のクオリティが高くてネタが大ぶりなのがもう一つのいいところです。例えばマグロは山行という超有名な仲卸から仕入れていたり、島味は全体の流通量のうち数%しかないと言われる超希少な天然物、のどぐろは紅瞳、ウニは臭みがなくてピュアな甘みの根室のバフウニと、価格からは考えられないものが出てきます。他にもさよりの昆布締めは2枚漬けで、しめ鯖は4枚漬け、カワハギは間に肝が大量に挟まっていたり、イワシは半身分ぐらいありそうなデカさで、どれも1貫の食べ応えが半端ないです。予算としては握りを26貫と巻物1本、しじみ汁、卵で合計29品食べて、お酒も飲んで1万円以内にこの時は収まりました。もちろんどんなネタを頼むかによって価格は変わりますが、僕は価格をそこまで気にせずに好きなものを頼んでこのお値段でした。ちなみに好き嫌いがそこまでなければ4800円のお任せコースを頼んだ上で単品の握りを追加で注文するのがお得でおすすめです。お任せコースには握りが12貫と巻物1本、しじみ汁、卵がついてきました。このコースの握りだけでも単品で注文した場合より1000円以上お得な計算でした。お任せではなく好きなものを好きな分量だけ食べたいっていう人はこちらへ行ってみてください。次は寿司バー無限。こちらはニューヨークでミシュラン一つ星を獲得したお寿司屋さんで修行していた店主さんによる六本木のお店です。逆輸入というのもあってか、音楽とともに味わう江戸前寿司っていうのがコンセプトとしてあって、決してうるさいわけではない音量のヒップホップなどのビートが流れていて気分が上がります。音楽だけでなく当然ながらクオリティも良くて、店主さんが勉強熱心な方で高級店の仕込みを取り入れられているのと、珍しい仕込みの握りが食べられます。例えば江戸前のキスは入り酒で味付けして、春日台は醤油の代わりに味噌だまりで味付けしています。これらは以前こちらの動画で紹介した寿司高さんから学ばれて取り入れたそうです。他にもサンマは皮目を炙ることで焼き魚と刺身のいいとこ取りのような味わいになっていたり、穴子は煮た後に笹の葉と一緒に焼いて香りをつけてから握っています。予算としてはかなり幅広くて、複数の料金のお任せコースから選べるのがこちらのいいところです。一番低いコースだとなんと6600円で、一番高いコースだと14300円です。もちろんその中間のコースもあります。正直ミシュラン一つ星クラスの実力としては割安すぎるぐらいです。当然ながら予約は取りづらいのですが、毎月1日に1ヶ月分の予約枠が開放されるそうなので、レベルの高い寿司を割安で試してみたい人は一度予約をトライしてみてはいかがでしょうか。次は寿司の助。こちらは新橋にあるお任せコース1本のお店です。ここは王道ネタの高級食材がふんだんに出てきて、分かりやすい満足感が得られるのが良かったです。特にスペシャリテの寿司の助丼は最高です。見ての通りウニ、カニ、イクラを大量に使っています。そしてウニは今回は紫ウニで臭みのない上質なクオリティのものを使っています。またカニは味噌を混ぜていて、イクラは塩味が程よい漬け加減で旨味が強いです。他に中トロもすごくて、会員制で超予約困難な寿司藤永と同じ仕込みをしています。無数の切れ目を一切れの中トロに施した上で、シャリとの間にトロを挟んで異次元の柔らかさです。これだけのクオリティでありながら20品も出てきて8800円のコースです。お酒を飲む量によっては1万円を切るのでかなりリーズナブルです。こちらも予約は取りづらいですが、無限と同様に毎月1日に1ヶ月分の予約枠が開放されるそうです。王道ネタが好きな人はぜひこちら行ってみてください。次は築地青空3代目丸の内。こちらは丸の内にある藤田水産のマグロが食べられるお店です。藤田水産のマグロというのは日本トップクラスの高級寿司屋であるすきや橋二郎や東麻布天本も御用達で最高峰のマグロの仲卸屋さんです。当然ながら目利きがすごくて、いいマグロが出回ってないと一切仕入れないこともよくあるそうです。それぐらい質にこだわったものです。そして質にこだわっているからこそ寿司職人さんたちが買いたくてもなかなか買えないマグロです。
そんな藤田マグロはきめ細かさと柔らかさが異次元です。このマグロのためだけにここのお店へ行く価値があるレベルですが、マグロ以外にも大ぶりな握りは食べ応えがあります。そしてレベルの高いつまみも最高です。コース料金は夜だとお任せ13,200円、昼は9,900円となります。藤田マグロが食べられるお店としてはコスパ最強クラスでしょう。マグロ好きは圧倒的にこちらがおすすめです。次は江戸前 SS。こちらは新宿にあるカジュアルな雰囲気のお寿司屋さんです。先ほどの築地青空三代目丸の内と同系列で、こちらもなんと藤田水産のマグロを仕入れることができています。そしておそらく藤田マグロを食べられるお店の中では最安値の価格帯だと思います。それだけリーズナブルな価格帯でありながら、藤田さんのマグロ以外もすごいことにびっくりすると思います。例えばアジやウニは最高級のものを使っていて、なおかつ一貫一貫のボリュームがすごいです。僕の手が大きすぎて映像だと分かりづらいかもしれませんが、ネタもシャリもダントツで過去一の大きさでした。普通の握りの 1.5 倍から2倍はあると思います。でかけりゃいいってわけじゃないのは分かりますが、これだけの高級食材を口いっぱいに頬張れる幸福度はたまらないです。お腹が空いている時に具沢山のおにぎりを口いっぱいになるぐらいかぶりつく幸せと似ているかもしれません。それの超うまいバージョンって感じです。コースは握りのみの4000円と6000円のコース、握りとつまみのコースで8000円か1万1000円のどちらかがあります。握り一本勝負で楽しみたい人や、雰囲気を全く気にしないで味のクオリティにコスパは全振りしたいという人は間違いなくここへ行くべきでしょう。次は満点寿司。こちらは丸の内日本橋日比谷に店舗があるお店で、この時は丸の内の本店に行ってきました。こちらは7000円ぽっきりのコースで、ウニ、アワビ、大トロ、イクラ、カニといった高級食材が一通り出てきます。そしてウニは大量に乗せたものが出てきて、こちらのスペシャリテです。この価格帯で北海道のバフンウニをこれだけ乗せられるのはすごいです。そしてちょっとしたつまみも織り交ぜながら29品ほど出てきます。1品あたりの計算だと240円ぐらいで、今回の最安値ではないでしょうか。明らかに240円で済まないレベルの贅沢な高級食材の使い方をしているものもありながら、品数が多いのはありがたいです。企業努力の賜物でしょう。ウニが好きでちょっとずついろんなものを食べるのが好きな人はこちら行ってみてください。次は寿司ダン。こちらはミシュラン一つ星を獲得している銀座の八国がプロデュースしているお店です。この店は広尾のイートプレイワークスという商業施設の一角にあります。広尾は寿司屋の激戦区で、コンビニや歯医者の数より寿司屋が多いです。そしてイートプレイワークスのお店の入れ替わりはめちゃくちゃ激しいですが、それでもなおずっと生き残り続けているお店の一つです。そんなエリアで生き残れるのにも納得で、とにかく使い勝手が良くてフラッと入りやすいお店です。価格帯としては昼も夜も5500円と3000円のお任せで2つのコースがあり、お好みで注文することもできて融通の利く価格帯とメニューです。そして日によっては当日に入ることもできる混み具合です。おそらく長居しないのでサクッと食べて出る人も多いからでしょう。今回紹介しているようなコスパがいいお店だと予約はすでに取りづらいところがほとんどです。その中でフラッと寿司気分の時に立ち寄れるのは最高です。八国らしく赤酢の芳醇な香りの強いシャリが特徴的で、マグロとの相性も抜群です。赤酢のシャリが好きな人や当日の気分次第でフラッと寿司屋に行きたい人はぜひこちら行ってみてください。ここから4軒は銀座でありながら、ランチだったら5000円前後の価格で食べられるコスパが最強のお店を紹介します。ザギンでシースーといったら超高級というイメージが先行してしまうかもしれませんが、5000円だったら手が届くという人も多いのではないでしょうか。まずは寿司石島。こちらは新富町の方にある江戸前寿司のお店です。かつて1650円と4400円という超破格の価格帯でランチコースをやっていたことで紹介しました。今は一番安くて12貫で6600円のコースに値上げせざるを得なくなってしまったみたいです。当時とは物価が違うので仕方ないですね。それでも夜だと3万円するレベルの寿司が3分の1以下の価格帯で味わえるのは魅力的だと思います。もちろん昼と夜では内容が全く同じにはなりません。夜と同じ内容の一部を切り取って昼に提供することになるので、部分的に3万円のクオリティの寿司を堪能できます。江戸前の技術がすごいので、部分的に味わう形でも素晴らしいです。もちろん赤酢をふんだんに使った贅沢なシャリは昼も夜も変わりません。量はともかく江戸前の技術とクオリティの高い素材を一度は味わってみたいという人はこちらへどうぞ。次は寿司小野寺。こちらは世界に羽ばたく小野寺グループの東銀座にあるお店です。ロサンゼルスではミシュラン2つ星、ニューヨークではミシュラン1つ星を獲得しているそうです。そんな急成長中のグループならではの規模の経済もあってか、ランチは変わらず12貫5500円のコースがあります。そしてそのコースの中で毛ガニ、のどぐ
ぐろ、マグロ、ボタンエビといった万人受けするクオリティの高いネタが一通り食べられます。シャリは寿司石島よりは控えめの赤酢です。極端な高級食材を味わいたいというわけではなく、程よい価格で安定した贅沢ランチをしたい人はこちらへどうぞ。次は小樽正寿司。こちら江戸前寿司ではなく北海道直送にこだわったお店です。本店は小樽という札幌から1時間ぐらいのところにあります。当然ながら北海道のいいネタが新鮮な状態で食べられるのが売りです。ニシン、トキシラズ、ボタンエビ、ウニといった北海道ならではの寿司ネタが楽しめるのがいいです。特にニシンなんかは鮮度が超重要で劣化するのが早いため、東京では直送のお店でないと寿司としては食べられないのですごいです。予算としては5000円台だけでなく3000円台のコースもあって、お好みでも頼めて予約も取りやすいので、いろんなシーンで使いやすくありがたいです。またシャリは見ての通り白シャリで赤酢ではないため、赤酢が苦手な人や北海道ネタが好きな人はぜひこちらへどうぞ。次は立ち食い寿司あきら。こちらは銀座からは少し離れて新橋となりますが、ミシュランビブグルマンも獲得していて、立ち食いとなる代わりにリーズナブルに高級寿司を楽しめるお店です。築地にも支店があります。またお好み方式で高級寿司の自分が好きなネタだけを気軽な値段で頼めちゃいます。予算としては5000円から7000円で収まる程度です。山行きのマグロや紅瞳ののどぐろ、北紫ウニなどの高級食材の握りが食べられます。そして一貫一貫のボリューム感もすごいです。予約は受け付けておらず並ぶ必要があって、未だに行列が絶えないほどの人気です。昼も夜も価格は変わらないので、時間に余裕がある時に並ぶ覚悟で行ってみてください。そして立ち食いでもいいよという人にはこちらのブルペンもおすすめです。武蔵小山という銀座などの都心からは少し離れますが、逆に予約ができるので待ち時間のことを考えたら移動する方がいいという人もいるかもしれません。ランチだと5000円のコースがあって、夜は7000円と1万円のお任せコースのみとなります。こちらでも山行さんのマグロをはじめとする高級食材がリーズナブルに楽しめます。そして江戸前の仕込みだけでなく独創的なメニューもあります。例えば長芋の入ったトロタク、ダイス状にカットしたイカ、焼肉のように火入れしたカマトロ、ガリを挟んだ小肌などがあります。立ち食いでもクオリティは間違いなくてコスパはいいです。以上が東京都内でコスパ最強のお寿司屋さんでした。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。今後もこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた人はチャンネル登録もお願いします。冒頭でお伝えしたお年玉企画は抽選で1名様に僕が寿司をおごるという企画です。今回ご紹介したお店の中から一番行ってみたいところを自由に選んでいただき、当選した方はそちらでの1名分の飲食代を僕が全額負担いたします。応募方法は概要欄の公式 LINE を友達登録して、希望の店名、ご自身の氏名、お住まいの都道府県の3点をご連絡ください。応募するときと同じ公式 LINE アカウントから抽選結果はご連絡いたしますので、楽しみにお待ちください。皆さんからの応募をお待ちしております。それではまた。